ドブリーデン、メロディーです。今回はチェコ共和国の首都プラハにやってきました。ウィーンの知り合いからみんな You've gotta go to Prague って何度も言われているので、早めに旅行を組んでみました。まず最初に The Powder Tower 火薬塔にやってきました。プラハの旧市街には13個の城門があって、その中で一番最初に建てられたのがこちらです。かつて弾薬庫として使われていたことから名前がついたそうです。高さが約65メートルあって、階段が186段あると書いてたんですけれども、で、その火薬塔の上からとっても綺麗なプラハの旧市街が見えるそうなんですけれども、今回は、ちょっと登らないです。なぜかというと、もうブダペストだったりバルセロナで散々階段に関しては怖い目に遭ってきたので、ヨーロッパの階段はなるべく避けれるところ避けていこうと考えています。なんかね、プラハの街も本当にカラフルで、ちょっとハンガリーのブダペストに少し似ていて、ウィーンとはまた違ってとってもカラフルですね。ウィーン結構白系で統一されているので、私は結構こういういろんな色が混ざったような街並みが大好きで、私のサムネを見ていたらごちゃごちゃ感がわかると思うんですけど、あとあれだよね、私のあつ森もさごちゃごちゃじゃないあつ森、私あつ森大好きなんですけども、もうごっちゃごちゃですね。何の統一感も何もない。もう YouTube ハウツー動画とかでなんかサムネは統一して綺麗にもうすっきりさせた方がいいとか、なるべくいろんなフォント使わずに白系で使った方がいいっていうのをよく見るんですけど、であとそういうチャンネル見て、めっちゃ綺麗だなって思うんですけども、どうしてもなんかごちゃごちゃしちゃうんですよね。ダメだな、センスの問題。色がうるさいよね。私のごめんなさい、サムネは今後も多分うるさいサムネばっかりになってくると思うんですけど、昼食はこちらのレストランにやってきました。 Google の口コミが良かったっていうのが大きな決定要因なんですけども、ビールが安すぎる。これでいくらだっけ？64で、2.6 ユーロ？安っいやもうお腹すごい空いたねえ。今昼の3時で、お昼ご飯やっと食べれるって感じなんだけど、安すぎるほんまに。チェコは国民1人当たりのビール消費量が29年連続で世界一多いんだ。やばくない？29年平均して日本人の5倍以上飲んでいるって。For drinks, can I have an apple cider beer? What would you recommend for my first ever? Yeah, duck leg maybe. Okay. Yeah. Duck leg. I'm having. Okay. Okay, I'll have that. Thank you.
でもすごい笑顔で言ってくれたから「Thank you」カモの足を頼んだ、まあ一番カモ肉大好きだけど夜もさ食べる予定だからちょっと一瞬どうしようと思ったんだけど、なんか店員さんめっちゃさ笑顔だったから、まあThank you ついダンケシェンって言っちゃうね。じゃあ乾杯。すごい飲みやすい。なんかあんまりビール感感じないな。ほぼほぼアップルサイダーみたいな感じ。でもすごい爽やかで、こんな夏の暑い日にはぴったりかな。どう？めっちゃ飲みやすい。全然苦くなくない？喉越しがいいね。ごくごく飲める感じ。私みたいにビールあんまり苦手な人でも挑戦しやすい。これは何？なんかでも写真と同じパン？これなんだ、パンかな？ここ Wi-Fi が通じないので調べようがないんだけど、じゃあいただきます。すごい肉好きの骨付きか、肉付きのに決まってるか。骨好きの肉好きの骨好きの鴨肉。すごいいい香り、すごいいい香りも。いただきます。カリッカリで、でもパサついてるとかではなく、やみつきになる味。ビールと合う。カリカリ好きには最高で、このパンは何だろう。柔らかそう。なんかすごいふわふわの、かといってそんなに味を感じない白パン。分かった、これね、味がすごいあんまりついてないんですけど、こうやってこう鴨肉からのジュースをこうやって吸うんだわ。めっちゃいい。もうまるでスポンジかのように肉汁を吸うわ。ではゴヤーシュです。今までゴヤーシュはウィーンと、ブダペストで食べたことがあります。で、結構シチュー寄りのトロトロとしたゴヤーシュで、パンに入ってるバージョン初めて食べたんだけど、周りのパンをこう浸食していく感じだから、こうやってこうかき出せるんだよね、パンを。なんかパンがこうポロポロになってシチューと一緒に混ざる感じ。チェコって冬になったら雪も降るらしいんですけど、そういう寒い日に食べたら最高。ちょっと夏の今の暑い時ちょっとしんどくない？このパンのことクネドリーキだって。なんだろう、ちょっと Wi-Fi なくて今調べられないけど。
ここはプラハ旧市街で最も歴史のある市場、パベル市場です。1232年になんと始まったそうです。蜂が死んでるやん。蜂が溺れてる。蜂蜜で溺れてるやん。ではフォアグラいただきます。サービスがとにかく最高すぎる。もう口の中に入れた瞬間に溶ける。とてつもなく上品な味。外国でこんな素晴らしいサービスのところ初めてね。マイク今入りました。すいません、気づかなかった。前菜の時恐れていたことが起こってしまいました。旦那が頼んだ料理はお昼のメニューと全く同じでした。骨付きの鴨肉、全く一緒だったね。ごめんね。なんかどうしてもイノシシとかウサギとか食べ慣れなさすぎて頼む勇気が出なかったんだよね。いただきます。こんな感じ。すごくしっとり柔らかって感じ。ソースも絶妙な甘酸っぱさ。いやー、これも上品な味だな。本当に鴨肉をこうやってライスで食べれるのが嬉しすぎる。お昼と全く同じメニューになってしまったこちらの料理。ちょっとこうお昼と違うソースだね。こっちの方が若干脂身が多いかな。ちゃんと太らせて、鶏を使ってやってる。あ、そうだね。おすすめされた時に一瞬よぎったんだよな。でも生地肉があると思ってたから、ここで生地肉のメニューが残念ながらなかったので、私正直昼めっちゃ食べたからこれしんどいかもしれない。すごいな、モーガン・フリーマンも来てるんだね。小泉純一郎元総理も来てるし。なんかジビエ料理やっぱり頼んだ方が良かったのかなって思ったり。ダメだね、もう YouTube やる上でもうちょっと体張らなきゃいけないんだけど張れなかった。私たちお肉の臭みが本当に苦手で、ウィーンでもなんかスーパーのお肉が結構臭みが強くて、今それですごく困ってて、料理酒とか酢につけてなんとか匂い消ししたり、あと、日本では行ったことなかったような肉屋さんでわざわざ買ったりしてます。お腹いっぱい、お腹いっぱい。お腹いっぱい。マジでちょっと致死量の鴨肉食べた。致死量の鴨。しんど。しかもなんかちょっとね、カロリー消費のために歩いて少しちらっと夜のプラハ城を見に行こうと思ったら、何この坂道、しんどいわ。やっと上まで着いたけど、そんなに夜景綺麗じゃない。いや、まあ夜景で言えば
日本に勝るところはないかもね、東京とか大阪とか見たことないけど、函館とか写真で見たらすごい綺麗だもんね。それだけ人がいっぱいいるもんね。だってさ、人口さ、チェコ共和国の人口が1090万人でしょ、全部で。大阪府だけで約900万だよ。やっぱその光の数が違うからね。建築は素晴らしいけどね。夜ライトアップされたカレル橋です。もうすごい人ですね。大阪の心斎橋ほどじゃないけど。チェコの伝統的なお菓子の一つであるハニーケーキを食べに来ました。とってもふんわりと軽やかな味わいで、ほんのりハニーも感じられる。見た目ほど重くない。本当にちょっとシフォンケーキ寄りのスポンジケーキって感じで、ふわっふわ。もうここのカフェラテが本当に美味しい。めっちゃいいカフェだね。全然誰もいないから、でもこんなに味美味しいのにね、めっちゃ落ち着く。朝ごはんを食べた後、まず向かうのはプラハ城です。この王の道をたどって向かっています。王の道は火薬塔から旧市街広場を通り、カレル橋を抜けてプラハ城へと続く道です。1458年から歴代の王の戴冠パレードが行われたそうです。カレル橋はブルタワ川に架かるプラハ最古の橋です。橋の欄干には30体の聖人像が並びます。聖ヤン・ネポムツキー像、台座に書かれた図柄に触れると幸福になれると言われていて、今も観光客が皆さん並んでいますね。まただ、チケットはオンラインで購入された方がいいかと思います。すごい列になっています。怖いね。聖ビート大聖堂の正面ファサードには100個以上のガーゴイルがいるそうです。ガーゴイルは恐ろしい形相による魔除けの意味も込められており、雨水を排水する雨どいの機能として付けられている。あれを今から降りないといけないと思うと涙出そう。聖ビート大聖堂の南東を登ってみました。絶景なんですけども、本当にヨーロッパで登った階段の中でも1、2を争うほどのしんどさでした。でも登った甲斐はありました。プラハは百灯の街って呼ばれていて、先頭の数が100個以上あるそうです。
すごいローカル感あふれるレストランにやってきました。旅行する時ってなるべくその観光客向けのところよりもこういうローカルなところに行きたいんですよね。ローカルの方が食べてる料理とかを試したい派、でこれはフライドエダムチーズ、チェコの家庭料理の一つだそうです。いただきます。結構噛み応えがある。思ったよりチーズ固め。まあ想像通りのチーズを揚げたっていう感じの料理なんですけど、こちらは、豚の首の肉のステーキみたいな感じで、肉汁がじゅわっと出る感じ、程よく脂身もあって豚肉の甘さがあります。いやー、思ったよりもプラハ城すごい並んだね。プラハ城の混み具合だったら2日あった方がベターですね。チェコのプラハの旅行で